皆さんおはようございます。ステイトオブプレイ日本をご覧いただきありがとうございます。本日 MC を務めます梶裕貴です。今回はステイトオブプレイの特別編として日本やアジア初のゲームにスポットを当ててお届けします。大人気シリーズの最新作から個性豊かなインディータイトルまで最新情報をたっぷりご紹介します。ドラゴンクエスト7リイマジンドからスタートです。この世界の謎を2人で解き明かすって約束しただろ。こんなに面白い旅をやめちゃったら後できっと後悔すると思うの。おいらはそうだな、もっと人間のことを知りてえんだ。私は私にしかできない何かを見つけたいの。まだ神はこの世におわすのか。夢みたいだ。もう一度お前と一緒に戦えるなんてな。灼熱弾！それじゃあ行こうか。もう一度冒険の旅へ。このドールルックと呼ばれるグラフィック素敵ですね。そして再構築されたシナリオには大人になったキーファが。どのような物語が待ち受けているのかお楽しみに。さて続いてはちょっと穏やかな気持ちになれる2作品から発売時期の発表です。インコンビニワンストアメニーストーリーズはささやかな日常を描く心温まる物語。プレイヤーは小さな町のコンビニ店員となり、棚に商品を並べたり顔なじみのお客さんと交流したりしながら選択を通じて物語を紡いでいきます。心地のいい効果音でリラックス、ガチャやコレクションといった遊び心のある要素でお楽しみいただけます。インコンビニワンストアメニーストーリーズは2026年4月発売です。コーヒートーク東京は東京の小さなカフェを舞台にしたノベルアドベンチャーゲーム。プレイヤーはバリスタとなり心温まる一杯を入れてお客様の声に耳を傾けます。人間はもちろん雪女やカッパなど日本の妖怪の末裔たちもカフェを訪れ悩みや喜びを語り合います。コーヒートーク東京は2026年3月5日発売です。続いてのゲームは、おや急に静かになった気がしませんか。なんだか寒気も。さまざまな社会問題に切り込む人気ホラーシリーズブロークンロアから2作品が登場。1作目はブロークンロアアンフォロー。 SNS の暗い影に焦点を当てた一人称視点のホラーゲーム。見知らぬ不気味な家で目覚めたアン。脱出するため過去のトラウマや亡霊たちに追い詰められながらスマートフォンを駆使して出口を探していきます。ブロークンロアアンフォローは2026年1月16日発売です。さらに本日はシリーズ最新作ブロークンロアアセンドを初公開。シリーズおなじみの一人称視点のサバイバルホラーにクライミング要素が加わりました。前作ドントウォッチに引き続き東京が舞台の今作、主人公のレンとユイは動画配信サイトでの名声を求め危険を顧みずに東京タワーに挑みます。そこで2人を待ち受けるのは
妖怪66尾ブロークンロアアセンドは2026年夏発売予定です。ここが水上村。口にすることすら禁じられた儀式。見てはならない場所。その場所を遮影機で映した早く村を出るんだ。村を出れば双子巫女の運命からきっと逃れられる。離れないで、一緒に。双子はどこだ。なぜ逃げた。理恵の定めに従え。祭りは失敗。私たちが逃げたせいだよ。お姉ちゃん、ずっと一緒だから。ゼロ赤い蝶リメイク。さあ、始めよう。本日は光栄テクモゲームスよりゼロ赤い蝶リメイクディレクターの柴田さんにお越しいただきました。柴田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。2003年に発売されたゼロ赤い蝶が今回待望のリメイクということなんですけれども、トレラを拝見して恐ろしさがさらにパワーアップしていたように感じるんですが、そちら何か秘密はあるんでしょうか。はい、ありがとうございます。光と影ですね、ホラーにとって重要なところについてはすごくこだわってライティングして、見えるところと見えないところのバランスを追求しています。またそのキャラクターの肌の質感、透明感とか、服のこの物の感じですよね、もうリアルに表現しました。チーム忍者のアクションディレクターも参加していますので、バトルも楽しんでいただきたいです。幽霊がだんだん怖いものが近づいてくるのをじっくり見ながらギリギリで撮影するっていう、怖さ、ゲームシステムのいいところは踏襲しながら、実際のカメラのような、ズームだったりピントだったりという新しい要素を追加しました。またこのフィルター、カメラのフィルターがあると思うんですが、それを切り替えると、見え方が変わっていってですね、音量に対してさまざまな効果があります。その戦闘でも探索でも特徴的な効果がありますので、状況に応じて切り替えながら使って、ゲームを進めていきます。早くプレイしたいですさあ、本日は発売日の解禁という嬉しいニュースがありましたが、他にも新情報をご用意いただいたんですよね。はい、実はデジタルデラックスエディションも発売が決定しました。こちらにはデジタルアートブックや特別な衣装が含まれており、本日初披露となります。本日から予約受付もスタートします。予約特典も各種ご用意しておりますので、皆さんぜひチェックしてみてください。発売が待ち遠しいですね。柴田さん、本日はお忙しい中ありがとうございました。ゼロ赤い蝶リメイクは2026年3月12日発売予定です。そして光栄テクモゲームズからもう一つ発表があります。こちらの映像をご覧ください。全てを終わらせる覚悟を持って挑んだ戦にお前が現れたのだ。黄金の同志たちよ、我に続け。新しき太平の世を自らの手で掴むために。
続いて9月に放送したステイトオブプレイではグランツーリスモシリーズの生みの親山内和則さんからグランツーリスモ7の大型アップデートスペック3が年末に配信されると発表がありました。本日は山内さんから追加のお知らせが届いています。早速見てみましょう。皆さんこんにちは。グランツーリスモシリーズプロデューサー山内和則です。間もなくグランツーリスモ1億本突破を記念したスペック3がリリースされますけれども、それに加えてもう一つニュースがあります。その名もですね、グランツーリスモ7パワーパックです。でパワーパックとは何かというとですね、これまでのグランツーリスモ7、グランツーリスモシリーズが、言ってみればレースゲームだったわけですけれども、パワーパックはリアルレーシングです。でその中には例えば24時間レースみたいなものも含まれています。でそういった本当にハードコアなリアルなレースの世界っていうものを、一度はグランツーリスモでやってみたかったので、今回パワーパックを作りました。パワーパックも、スペック3と同時に、この年末にリリースされます。であともう一つは12月の20日ですね、福岡でグランツーリスモワールドシリーズの最終戦ワールドファイナルが行われます。その会場でも皆さんにお会いできることを今から楽しみにしています。ありがとうございました。山内和則さんありがとうございました。グランツーリスモ7パワーパックでのリアルレーシングにご期待ください。さあどんどん参りましょう。記録と再生で道を切り開く新感覚レコードパズルアクションモーションレック。移動する、ジャンプする、そして動きの軌跡を記録して再生する。一見進めそうにない道も記録した動きを別の場所で再生すれば必ず突破できる。多彩なギミックを駆使して荒廃したステージを探索し、機械に支配された世界の謎を解き明かしましょう。モーションレックは2026年春発売です。武教 RPG ワンダリングソード、全ての DLC を同梱した完全版がバージョンアップされてプレイステーション5に登場。ピクセルアートで描かれる古代の中国を舞台にしたオープンワールド RPG。 主人公は英雄を夢見て旅に出ます。これこそが俺が歩むべき道だ。プレイヤーの選択によって変わる20種類のエンディング、戦略もアクションも楽しめる2種類の戦闘モード、そして新たに日本人キャストによる日本語フルボイスを実装。あなたと共にあるならこの命惜しくはございません。2026年5月28日発売です。愛ソムニウムファイルシリーズ最新作伊達要は眠らないフロムアイソムニウムファイルがプレイステーション5とプレイステーション4に登場。特殊捜査官伊達要と彼の火種に埋め込まれた AI 相棒がさらわれたネットアイドルイリスの行方を追います。調査を進める捜査パート、真相心理を探るソムニウムパート、そして新たに追加された脱出パート、3つのパートを行き交い事件の真相に迫ります。プレイステーション5向けに進化したグラフィックで緊迫した物語が展開されます。伊達要は眠らないフロムアイソムニウムファイルは2026年2月26日発売です。あの伝説のゲームが20年ぶりにプレイステーションに帰ってきます。日本ゲーム大賞2025優秀賞も受賞した首都高バトルがついに復活。首都環状を舞台にカスタムした自分だけのマシンで400人以上のライバルと戦い、新時代の頂点を目指せ。シリーズ独自の SP バトルはドライバーの精神力を数値化したスピリットポイントを削り合う戦い。速さも重要ですがライバルとの心理戦こそが勝負を決める鍵となります。首都高バトルは2026年2月26日発売。パズル、RPG、推理アドベンチャー、そしてレースゲームまでバリエーションが豊かでしたね。さてここからはバンダイナムコエンターテインメントから DLC のお知らせです。
塊魂シリーズ最新作「ワンスアポンア塊魂」に2つの新 DLC が登場。第1弾「塊魂ダンスダンスリミックスパック」、第2弾「塊魂ネオリミックスパック」。5つの新しいリミックス BGM と10個の衣装アイテムをそれぞれ収録。各 DLC 配信時に特別な衣装アイテムを全員にプレゼント。最高のビートと新しいスタイルで今年を締めくくろう。ソニック・ザ・ヘッジホッグがパックマンワールド2リパックに登場します。ソニックならではのスピード感が味わえる新ステージに加え、おなじみのギミックやキャラクターも登場します。さらにボス戦ではドクターエッグマンとの戦いが待ち受けます。パックマンワールド2リパックソニック・ザ・ヘッジホッグコラボレーションコンテンツはプレイステーション5とプレイステーション4で本日から配信開始。先月プレイステーション5で発売されたデジモンストーリータイムストレンジャーシーズンパスの DLC 第1弾追加デジモン&エピソードパック1アルタネイトディメンションがついに登場。新たに追加される個性豊かな5体のデジモンととある人物たちを巡る物語が展開します。その思いに俺たちも応える。 DLC 第1弾追加デジモン&エピソードパック1アルタネイトディメンションはこの冬配信です。今年8月に発売されたスーパーロボット対戦 Y から DLC が登場します。 DLC1 では銀河旋風ブライガー、ザ・ビッグオー、フート探偵、仮面ライダースカルの肖像の3作品が収録。3作品に関わる追加エリアミッションや追加プレイヤブル機体が楽しめます。スーパーロボット対戦 Y DLC1 は11月21日配信です。さあお前の罪を数えよ。今何か聞こえませんでした？全国のハンターの皆さんに朗報です。モンスターハンターワイルズ無料タイトルアップデート第4弾の配信日が12月16日に決定しました。このアップデートでは巨撃竜ゴグマジオスが登場予定です。さらにエンドコンテンツの拡充や季節イベント交わりの祭事も予定しています。12月16日から一狩り行こうぜ。続いてはソニックレーシングクロスワールドからのアップデート情報です。ソニックレーシングクロスワールド DLC スポンジボブパックは11月20日に配信です。続いてご紹介するのはアクションアドベンチャーネバーグレイブザ・ウィッチ&ザ・カース。新トレーラーの公開とさらに発売日もついに解禁です。
ネバーグレイブザ・ウィッチ&ザ・カース開発責任者酒井康臣さんにお越しいただきました。酒井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。酒井さん、トレーラーではゴーレムのような敵と戦っていたシーンがとても印象的だったんですけど、そのボス戦の魅力、そして他にどんなボスが登場するのか教えていただけますか？はい、レーザー攻撃を繰り出していた巨大なゴーレムは最初のダンジョン遺跡のボスです。本作のボスはそれぞれ独自の攻撃パターンや特殊なギミックを持っていて、一筋縄ではいかないようになっています。例えば植物のボスは風を使ったり、ドラゴンのボスは溶岩を使ったり、マリオネットのボスはプレイヤーが使う魔法と似た魔法を使います。ボスによっては特定の敵への憑依が攻略の鍵になることもあります。またローグライクの要素によってダンジョン内のプレイヤー強化も毎回異なるため、ボスに繰り返し挑戦しても新鮮な緊張感を味わえると思います。酒井さん、スタジオにお越しくださりありがとうございました。お前が今いるこの場所は世界で唯一 DBS を搭載した実験室だ。 DBS 起動準備が整いました。3、2、1。アバターとは可能性の海からサルベージュしたデータをもとに構築した誰かの姿だ。ラグナというのはお前がダイブの際に使用できるアバターのうちの一つの名称だ。つまり可能性のかけらとは無数に分岐する僕たちの未来の一部ということかい？世界を救うためにはもっと情報が必要だ。君はドクターメルクリウスが何か隠していると思ってます？たとえアバターとリンクしていてもデータで構成された空間の中でお前は異物だ。このことドクターメルクリウスに報告します。あなたは可能性のかけらを一つ手に入れました。全ては可能性だ。ガゼル、やめてください。黒な獣、サルベージだ。そうだろう。私たちが解析しているあの記憶の正体、一体何？ブレイブルーエントロピーエフェクト X は完全新作ストーリー、そしてシリーズ過去作から直人黒金が参戦します。お楽しみに。さて、どんどん行きましょう。続いて冒険心をくすぐるラインナップを一挙にご紹介です。呪われた魔王デイモンと人間の子供が織りなす心温まる冒険活劇デーモン&ベイビー。探索要素とツインスティックシューターの戦闘システムを融合させた新感覚のアクション RPG。 アイテムを集めレベルを上げて新たなスキルを習得し、広大なステージを攻略しましょう。ステージはバラエティ豊かな敵やギミックがいっぱい。マシンガンやショットガンなど展開の武器を使って攻撃しましょう。魔王が赤ん坊を背負いながら戦い、その絆が深まっていく物語も大きな見どころです。子連れ魔王の壮大な冒険の幕が上がります。デーモン&ベイビーはプレイステーション5とプレイステーション4で2026年初旬発売です。ディスガイアシリーズのスタッフが手掛ける完全新作 3D アクション RPG 狂乱魔界ズム。主人公は倒した敵を獣魔として従え共に戦うことができます。強靭なドラゴンや妖艶なサキュバスなど獣魔の種類は全部で16種類。一緒に戦わせるのはもちろん、武器に変えて強力な技を放つことも可能です。全ての力を使いこなし、裏切り者から大切なプリンを取り戻しましょう。狂乱魔界ズムは2026年1月29日発売です。
していくぞ。運命のトリガーはアンリアルエンジン5で開発された次世代のタクティカルヒーローシューターです。公開されているアウェイクナー10名に加え、新たにアタッカータイプのファリー、そしてディフェンダータイプのタタとその相棒ロボットビビが参戦します。分身を操り敵を翻弄するファリー、拠点を難攻不落の砦に変えていく奇才エンジニアのタタ、それぞれの個性的な能力を駆使してライバルを打ち破りましょう。さらに待望の新マップも、高くそびえる城壁、複雑な地形、変化に富む路地によって構成されます。全ての戦闘が唯一無二の体験になること間違いなし。お気に入りのヒーローを見つけ、新しい戦場で世界中のプレイヤーと競い合いましょう。ちなみに私は運命のトリガーにて両院の声を担当しています。他にも魅力的なキャラクターが勢ぞろいしていますので、ぜひプレイしてみてくださいね。次はスクエアエニックスの大人気シリーズ最新作オクトパストラベラーゼロに関する発表です。Hands, I wonder, there's no rest I long for, but as long as I hold the dim lamp for this road, all the souls I walked past may fade, but still last near shall this concept. ようやく起きたのね。私から一本取れたら技を授けよう。赤き炎よ、聖なる血を焼き清めよ。来るぞ、打ち負けるな。倒れろ、勇者。傷を癒したまえ。どうだ。この世の富はすべて私のもの。あなたの好きな薄汚い道を丸ごと買って差し上げますわ。人の心を従えるのは有無を言わさぬ畏怖、権力だ。イシュベールの生き残り、私自ら罰を与えてくれよ。この町を失って初めて本当に大切なものが分かったの。あの頃のウィッシュベールを取り戻していこう。おお、やる気がみなぎってきちまった。冷静など虚像に過ぎ、憎しみのままに復讐の刃を握るか。マーベラス。さあフィナーレだ。そしてなんと本日から体験版の配信を開始します。体験版はゲーム冒頭3時間をプレイできます。体験版でプレイした内容は本編発売時に引き継ぎが可能です。主人公のキャラクターメイクや序盤のストーリーをお楽しみください。本日はアークシステムワークスからマーベル闘魂ファイティングソウルズプロデューサーの山中さん、アートディレクターの黒坂さんにお越しいただきました。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。マーベル闘魂ファイティングソウルズはどんな思いを込めて制作されたのか、それからファンの皆さんにはどんな体験を味わってほしいと考えていらっしゃるのかお話しいただけますでしょうか。はい、このタイトル日本から世界へというキーワードを掲げて開発してまして、マーベルってもともとやっぱりアメリカで生まれてアメリカで育ってきた今や巨大なコンテンツになっていると思うんですけれども、それをですね我々日本人がどのように受け止めて、解釈して再構築して日本人らしくアークシステムワークスらしく出力していくかというところを非常にテーマの大きなテーマとして掲げています。その新しいマーベル、日米のカルチャーが融合したマーベルというのをファンの方にぜひ楽しんでいただきたいなと思ってます。これは続報がますます楽しみですね。
はい、で今回ですねプレイステーション5にて第2回目のクローズドベータを実施させていただきます。12月の第1週の週末を予定しておりまして、第1回 CBT、クローズドベータテストのキャラクターに加えてスパイダーマンとゴーストライダーがプレイアブルとなっております。本日はですね、2回目となるクローズドベータテストのですね予告トレーラーを持ってきました。こちらをご覧ください。親愛なる隣人スパイダーマンだ。さあ始めようぜ。地獄へのロードトリップだ。覚悟しな。いやー、ワクワクさせられましたね。どんな展開になるのか期待です。トレーラーに映っていたのって X マンションのステージですよね。こちらは新しいステージなんでしょうか。さすがよく気づきましたね。そうですね、今回の X マンションステージ、いろいろな宝探しを楽しんでもらえるように、細かいネタだったり、ギミックだったりをいっぱい仕込んでますので、ぜひねプレイして、こちら見ていただけると嬉しいと思ってます。このステージは1エリアだけのステージになっています。エリアが少ないので、ちょっとね内容が薄いって思う方もいるかもしれませんが、こちら、バトルの進行に合わせてドラマチックに変化するような面白い仕掛けを取り入れてます。ゴーストライダーはダークで迫力あるキャラクターですが、ビジュアルやアニメーションをデザインする上でどんなチャレンジがありましたか。はい、まずゴーストライダーを出すにあたって、まずキャラクター、普通にゴーストライダーがいるので、そのキャラクターを誰にするのかというところで、かなり悩みがありました。今回ですねロビー・レイエスを採用させていただいたわけです。なぜロビー・レイエスのゴーストライダーを選ばれたんでしょうか。はい、今日の時点ではちょっと詳しくはお話できないんですけど、ストーリー的にですね、今回ちょっと若い方の、ゴーストライダーを出したいというちょっと事情がありまして、描きたかったっていう事情がありまして、今回はジョニー・ブレズではなくてロビーの方を選んだということになります。なるほど。僕もマーベルファンの一人として、そして声優としてユニバースにも関わらせていただいているので、今作がどのように広がっていくのかとても楽しみです。それでは最後に世界中のファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。このゲーム、皆さんのお力をもとにもっともっといいゲームにしていきたいと思っていますので、ぜひ第2回クローズドベータテストにもご参加いただきまして、皆さんが感じたこと、ご意見ご要望をですねいただければと思います。日本のアニメとアメコミが融合したマーベルの独特のアート表現をぜひプレイして楽しんでください。本日は素敵なお話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。Curse this Dreadlord.
aftermath of the long night. I suppose it must be fate at work again.お楽しみいただけましたでしょうか。私も早くプレイしたいゲームばかりです。 PS5 の5周年という節目に改めて PS5 の体験をご説明するとともにいくつかのニュースを共有します。 PS5 の体験といえばデュアルセンスワイヤレスコントローラーです。 PS5 をお買い上げいただくとすぐにアストロズプレイルームで体験いただけますが、キャラクターがステージを動き回る様がこれまでにない感覚でお楽しみいただけます。技術的にはアダプティブトリガーとハプティックフィードバック、そして内蔵スピーカーによって目で見る情報、耳から聞く情報、手で感じる情報の3つが調整されて生み出される体験です。そして PS5 は目を見張るような綺麗な映像、ストレスを感じないスピーディーなゲーム進行を実現するための技術も詰め込んでいます。ネットワークを通じて進化し続ける体験、プレイステーションアップ、ファミリーアップを通じたスマホでの体験など、いつでもどこでもフレンドやコンテンツに簡単にアクセスできます。また PS5 においては数千の PS4 向けのゲームも遊ぶことができ、過去にご購入いただいたゲームに加え PS4 向けにしか発売されなかったゲームも遊べます。たくさんの方々にリビングルームの大きなテレビで PS5 をお使いいただいておりますが、プレイステーションポータルリモートプレイヤーを通じてリビングルームを超えて PS5 を楽しめるようなご提案も差し上げております。そして本日ゲーミングモニターを日本と米国で発売することを発表します。鮮やかな映像に加えデュアルセンスワイヤレスコントローラーを充電できるフックも搭載しています。先日発表しましたパルスエレベートワイヤレススピーカーとともにデスクトップ環境でも PS5 を存分にお楽しみください。 PS5 をどこでどのように楽しむかの選択肢を今後も広げてまいります。最後に PS5 の5周年を記念して日本国内の皆さんに特別なご案内があります。日本アカウント日本語専用の PS5 をご用意します。本モデルは希望小売価格税込55,000円とお求めになりやすい PS5 デジタルエディションです。日本でより多くのプレイヤーの皆さんに PS5 そして素晴らしいゲームをお楽しみいただきたいと思っております。今日ご紹介した全てのゲームには作品ごとに異なる魅力がたくさん詰め込まれています。時には仲間と一緒に、時には一人でじっくりと。プレイステーションにはあらゆる遊び方があります。この番組が皆さんの次の冒険のきっかけになれば嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。
ステーション